こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、もうすぐ夏なのにウィンターなのね。そうよ。B 級アイス、ウィンターとウィンターウルトラよ。なんかお腹空いてきちゃった。B 級グルメを連想させるメーカーね。B 級で B 級ミミーちゃん、いつもお腹空かせてるみたいね。海鮮丼が頭から離れなかったり、B 級グルメを連想したり、確かにミミーちゃん、食べるの好きそうだね。そうかな。そうかも。ところで、ウィンターウルトラは、今回もアンジェリアースオーディオとのコラボモデルなんだよね。前回の夢、ウルトラに続き、またウルトラだよ。ちょっと遅めだけど、ウィンターが手に入った頃、ウルトラもレビューすることになったんで、一緒にレビューしてみるよ。カラーが違うのはわかりますが、スペックはほぼ同じに見えます。他に違いってあるんですか？あるんですよね。ウルトラですもんね。価格がウルトラで4万円台、ウィンターオリジナルが3万円台中盤ぐらい。外観とか付属品の違いもちょこちょこあるんで、まとめた画像をサウンドチェックの時に流すよ。ジャックさん、早速波形を見てみない？いいよ、こんな感じ。イヤピは両モデルに付属してるアトモスフィアを使って測定してる。基本的なカーブは似てるけど、1.5 キロ以上で違いがあるね。そう、詳細はサウンドチェックの後で触れるよ。このくらいの違いだと、サウンドチェックでの違いが分かりづらそうですね。そうだね、ほとんどわからないかも。波形を先に見ておいてよかったかもね。これだとウルトラの方が広域の抜けがオリジナルより弱そうに見えるけど、実際聞いた印象は違ったんで分かりづらいけど、まずサウンドチェックを聞いてみてください。さっきミミーちゃんが言ってたけど、2モデルの外観的な違いとかをまとめた画像も一緒に流します。ケーブルはウルトラ付属のケーブルを使用しています。ではどうぞ。音量上がります。I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance.はい、サウンドチェックでした。違い、わかりました？ではまず、バンドルイヤピの違いを見てみましょうか。こんな感じです。バランスタイプはウルトラにのみついてるイヤピだけど、ここでは両方に装着してみたよ。ご覧の通りで5キロ手前あたりから上が結構違ってるね。リファレンスを装着した時すぐ慣れちゃったけど、確かに広がりを感じたよ。次は手持ちのイヤピから3種類ね。こんな感じ。ファイナルイーとセドナイヤーフィットライトは大概こんな傾向で聞いた違いもはっきりしてたよ。より広域が欲しければセドナを、落ち着かせたければファイナルイーを、その間に TAPB がいる感じね。全部のイヤピを重ねると8キロ手前のピークではファイナル E とセドナの間にその他のイヤピが収まってる感じに見える。広域がマイルドに感じる場合、セドナは有効だと思ったわ。ウィンターを最初に聞いた時、今までのモデルとはちょっと違う感じがしたんですよ。どんな風に？なんていうか、音が太めて濃密な感じと言えばいいんですかね。あと、刺さらない。
濃密な感じは多分ここかな。100Hz 以下の低域がさほど強くは出てないようだけど、この辺りからの減衰がすごく少なめでしょ。それと2キロ手前でピークが来るようなカーブになってる。愛ちゃんはこれを聞いて太めで濃密な質感だと思ったんだろうね。低域側のドライバーは 12mm ダイナミックタイプ。 DAR 振動板はスピーカー振動板用に開発された新しい薄膜で、従来の LCP 振動板よりも弾力性と柔軟性に優れているんだって。なるほど、そういうことも質感に関係してるんですね。あんまり見たことないカーブの雰囲気ですね。そうだね。低域をもっと出して中域を削ってすっきりさせてるモデルが多いからね。慣れてない人が聞くと少しもっさりした感じに聞こえるかもしれない。濃密に感じるかもっさりした感じかは紙一重のような気もする。広域に関してはドライバーの特徴がよく出ているということかな。2ドライバー構成の広域側が PZT、ピエゾの骨伝導タイプ、BC、ボーンコンダクションって珍しいよね。これを使うと広域がトゲトゲしないらしい。広域が両モデルともピエゾの骨伝導タイプで、先に説明見ちゃうとちょっと誘導されちゃう感もありますけど、確かに広域はしっかり出るのに刺さらないって感じでしたね。長時間聞いても負担にならなかったのはそういう理由なんですね。ミミィはウルトラ中心に聞いてみたよ。ウィンターオリジナルと比べると低域がややタイトで、ドラムのビーターのアタックの感じがよく聞こえたわ。全体的にすっきりして明るく、ミミィはウィンターオリジナルより聞きやすいっていう印象だったよ。波形だと広域はオリジナルの方が出ているみたいだし、なんか印象と合わないね。なんでかな。 1.5 キロから5キロぐらいまではウルトラの方がほんの少し強めに出てるよね。人が違いを感知しやすいこの帯域では小さな差でも範囲が広いから結構受ける印象は違うと思うんだよね。私も同じような印象を持ったけど、ミミィちゃんがウルトラを明るい音と感じたのは多分ここの差分じゃないかな。じゃあ低域は明らかにドラムのアタックのタイトさは違ってたよ。これはこじつけかもしれないけど、中広域に絞って出方の差分を埋めるとこんな感じになるんだわ。ああ、ウルトラの低域が少し下がったね。低域のタイトさはこの差分ってこと？確信はないけどそうなんじゃないかなって思った。確信があるのは実機の出音の明らかな違いね。なるほど。じゃあ広域はここはオリジナルの方が出てるよ。これも聞き比べるとオリジナルの方がシンバル系は耳に残る感じだったので波形通りじゃないかな。ただやっぱりウルトラのこの範囲の差の方が耳には残りやすいから明るく感じるんだろうと思うよ。全体的な印象はウィンターオリジナルは太く濃密で柔らかさを重視した感じでまとまりはすごくいい。ただ中低域から中域にかけての質感が苦手な人もいるかも。オリジナルは他のモデルにはあまりない独特な感じがするので、オリジナルを持っていて気に入っている場合はウルトラはスルーでもいいかも。ウルトラはオリジナルから少し低域をタイトにして中高域をよりはっきりさせた感じ。どちらかというとウルトラの方が明るめな分、分離や改造感も高めな印象。とっつきやすい質感なのはウルトラかもしれない。これからどちらかを買うなら特徴の違いはお伝えできたと思うので参考にしていただければという感じですね。どちらもクオリティの高さは間違いなくずっと聞いていられます。その分お値段もお高めですからね。そうだね、じっくり選びたいところだよね。ということで B 級ワイズウィンターとウィンターウルトラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。